はい、どうも、料理人 VTuber の高美人でございます。ということでね、今回の台所革命のテーマの方はこちら。はい、盛り付けについてのお話になりますね。フレンチのね、皿の上ってちょっと何が何だかわかんないよね、みたいなところあると思います。で、実際にですね、リスナーさんの方からこういう質問が来ました。せーの、ドンと。はい、フレンチの皿の上の構造がわからず困っていますと。例えば蒸した魚の上に緑のソースがあって、その隣に赤いソースがあってトマトや玉ねぎがあってみたいなね、流れがこう来て、日本料理だったら焼き魚には大根おろし、カツには千切りキャベツ、比較的に、これはね、何のためにここにあるのかっていうのは非常に分かりやすいですよね。でもフランス料理になってくると、一皿の中にいろんなものが乗ってることがあります。で、じゃあ一体ね、料理人は一体ここで何を考えておいているのか。今日はね、ハンバーグを、テーマにして、ちょっとね、皆さんに分かりやすく、ここでね、紹介していきたいなと思っております。で、盛り方を変えると、見え方が全然違ってきますよっていうところ。で、今日はですね、その時に、一つね、注意点としてあります。今日はですね、どれが正しいかではなくてですね、なぜそう見えるのかを考えていくっていうようなテーマになります。盛り付けっていうのはもう単純にですね、料理をきれいに見せるっていうためのものだけではないっていうことなんですよね。で、料理を美味しく食べてもらうための、最後に料理人が行う設計図であるっていうところをお見せしようかなと思っております。ではね、早速皆さんのグラフィックボードの方インフィニティにしますので、いきますよ。せーの。ドン。はい、ではね、盛り付けということで、各種ね、ご用意しました。こちらハンバーグになります。で、大体 160g ぐらいなんですけども、ちょっとフレンチの盛り方ということなので、大体60から80ぐらいのサイズでちょっといろいろ分けて準備させていただきました。はい、こちら使います。よろしくお願いします。はい、こちらソースの方はケチャップとウスターソースを合わせたものになります。特別何かやったというわけではなくて、本当にハンバーグで使うようなソースを使ってみます。で、こちらガルニチュールですね。スーパーで買えるもので、こんな感じでね、ちょっとね、下処理しておきました。で、こちらキャロットグラスですね。で、こちらポムピューレも一応ね、ご用意しております。はい。それとフリット類ですね、まずレンコンと、あとこちらアシタバフリットしたものになりますので、こちらもね、ちょっと使ってみます。で、お皿なんですけども、今回ベルナルド用意いたしました。フレンチですのでね、ちょっと分かりやすくベルナルドでご用意しております。で、こういう感じで正面にシールを貼りましたので、これが皆さんから見た位置の正面っていう形で印をつけます。で、今からちょっとカメラの位置を合わせました。だいたい皆さん席に着いた時、おそらくこの目線じゃないかなと思いまして。で、ここからね、ちょっと盛り付けの方を始めていきたいなと思います。はい、まずはね、普通に盛ってみます。まずね、皿の中央にハンバーグ。で、横にブロッコリー。その反対側にキャロットグラスなんかちょっと盛ってみましょうか。で、ソースですね。もちろんね、これが悪いっていう話ではありません。中央にですね、主役のハンバーグがありますので、非常に分かりやすい構成になっています。ただ、料理人が盛り付けをするときに、ここから一つずつね、考えていきます。なぜここに置くのか、なぜここを開けるのか、なぜこのソースをここに置くのか。今日はね、このなぜを一つずつ見ていきたいなと思います。ではね、まずハンバーグをこの中央線上にちょっとね、置いていきたいなと思います。これ、主役はね、すごい分かりやすいですよね。視線が中央に集まる。これがこの中央線に置く意味になってくると思います。いかがですかね。非常に見た時に落ち着きのある盛り付けになると思います。ただ料理全体をもう少しね動きを作りたいっていう場合、
重心を少し動かすことがあります。例えばこうやって中心から少しずらすっていうことですね。するとですね、こちら余白が生まれてきますよね。料理を盛るときって空いている場所を見ると何か置きたくなっちゃうっていうところあると思います。人参を置こう、ブロッコリーを置こう、ソースを流そう。でも料理は何も置かないということも選択の一つになってきます。余白があることで主役に視線が集まる。そして皿全体に動きや呼吸をする場所が生まれてくるっていうことなんですよね。ここからいわゆる引き算という考え方が出てきます。じゃあ今度は逆にいろんな要素を足してみます。色もね入れていきます。高さも出していきましょう。ガルニチュールも増やしてみました。ピューレも使ってます。ソースも点でね置いています。結構綺麗に盛れてますよね。かなりフレンチっぽく見えると思います。でも一回これを料理として見てみましょう。この皿の主役は何でしょうか？ハンバーグでしょうか？トマトでしょうか？ガルニチュールでしょうか？レンコンでしょうか？色がある、高さがある、線がある、点がある。一つ一つは綺麗かもしれません。でも全部が同じぐらい主張すると何を一番見せたい料理なのかが少し分かりなくなってくるっていうことなんですよね。今回の主役はハンバーグですよね。でもそのハンバーグなのかガルニチュールなのかソースなのか、皿の印象がねぼやけてしまうっていうことになってくるんですよね。情報が多いと料理が豊かであるっていうことは必ずしも同じであるということではないということです。ではね、ここから情報を整理していきましょう。こちらのローズマリー、これ本当に必要なんでしょうか？例えばここね、茎が非常に硬いものが乗っかってたりとかします。じゃあこのローズマリーの香りが果たしてこのハンバーグの皿に必要なのか、冷静に考えた時に必要ではないっていうことです。ではこちらの次のレンコンです。このフリットのレンコン、果たしてハンバーグと一緒に合わせるべきか、ここを冷静に考えたとき、私はこのレンコンを外すことを選択します。次にカブです。こちらのソテーしたカブ、非常にね美味しそうではあると思います。ただハンバーグと合わせたときどうなのか、カブの水分がもしかしたらハンバーグのうまみと反発し合うんじゃないかということで、私はここで外します。次にヤングコーンです。高さも出しやすいし色もきれいに焼けている。ハンバーグにも合わせやすいというところで、私はこれは選択肢の中の一つとして持っとくということで、まずこれは選択肢の中に入れておきます。次にこのアシタバのフリットです。こちら非常にねナチュラルな揚げ具合で、どこに置いても様になる。味もハンバーグとも馴染みやすい。なので私はここは選択肢の中に入れていきます。次にアスパラです。この先端のアスパラ、確かに可愛らしい形して高さも出てきます。ですが今このハンバーグに合わせるべきなのかという時に、私はここから選択肢から外します。次にほうれん草、こちらボイルしてくるくるっと丸めたものです。でもなぜ丸めてしまったのだろう、それだったらほうれん草のソテーの方がいいんじゃないかということで、今ここではほうれん草は選択しないでこれは外していきます。次にトマトです。こちらのローストトマト、非常にね一個体としては非常に美味しいです。ただ酸味は当然ありますよね。でトマトもソースでもあるということです。この時にこの持っているトマトの酸がおそらくハンバーグの肉汁に勝ってしまう可能性があるとなってくるんですよね。ですので私はこの時にこのトマトは外します。さあだいぶ削れてきたと思います。次にポムピューレですね。このポムピューレの話となってくると、じゃあ今この皿の中にポムピューレが必要なのかっていうところで、私はこのポムピューレは外します。次にこちらのキャロットグラッセ、こちらは色の具合だったりとか味の変化球だったり、ハンバーグの全体的な合わせるっていうところで考えた時には間違いなく選択肢に入れたいところです。またですね、色のグラデーションですね。
これをちょっと並べてみてみますと、ハンバーグ、ソース、そしてこの人参、グラデーションになっているのが分かりますよね。これが実は視点の移動の時に重要になってきますので、私はこれを入れていきます。次にブロッコリーです。これは緑の中でも非常に食べやすいハンバーグとも付け合わせとして非常に相性がいいというところで、私はこちらを選択肢に入れていきます。そして最後にこちらのフリットの芋ピューレは外しました。で、こちら非常にねハンバーグと相性がいいですので、私はこれを残していきたいと考えます。そうすると残ったガルニチュールというのがこちらになってきます。ここまで引くことがまずできるよっていうところになってきますね。ではね、先ほどの重心をずらした置き方、ちょっとねご説明していきたいなと思います。まずこちらのね十字線、まず中央点がありますよね。そこから少しずらして、でさらにそこからちょっとまた奥にずらすっていう具合ですね。そしてガルニチュールを添えてソースを決めると。これで主役のハンバーグがちゃんと見えるようになってきました。引き算って料理を寂しくするっていうことではないんです。何を見せたいのかはっきりさせるっていうことなんですね。で、この時に間違って解釈してもらいたくないのは、少なければいいという話ではないっていうことです。必要なものは残す。なんとなく綺麗だから、空いているから、色が欲しいから、それだけで何でも足してはいかない。皿の上にあるものを一つずつ理由を持たせるっていうことが盛り付けの引き算という考え方になってきます。ここでですね、盛り付けの話になるとよく出てくるのが黄金比という言葉、聞いたことあると思います。ただこの黄金比に合わせれば必ず美しくなるっていう話ではありません。盛り付けがですね、重心、余白、色、高さ、形、量、いろんな要素が含まれてきます。黄金比はその中の一つの考え方であるっていうことですね。ですので重要なのは数字に合わせることではなくて、ここに置いた時に人の視線がどう動くのか、皿全体がどう見えるのか、そこを考えることっていうことになってきます。フランス料理といえばソースですよね。線を描いたり点を置いたり大きく流したり、ソースだけでもいろんな見せ方ができると思います。例えばこうするとソースそのものがかなり強く見えますよね。ソースから視線が入ってそのラインを追って料理を見る。つまりソースでも視線を動かすことができるっていうことです。でもここでも同じです。なぜこのソースをここに置くのか、綺麗だから、フレンチっぽいからだけではなくて、料理としてここに置く理由は何なのか。私はソースを絵の具としては考えていません。ソースは料理を美味しくする仕事があります。香りを加える、旨味を加える、酸味やコクを加える、肉と一緒に食べた時に料理を完成させる。だからどこで何と一緒に食べてもらうのか、そこまで考えて配置していきます。はい、ここまでがね、盛り付けに関しましての実演部分のところになりますね。で、ここからはちょっと座学的なところになってきますので、ちょっとね、場面を切り替えさせていただいて、専門的なお話をさせていただきたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、ではね、ここまでね、各種いろいろなこう盛り方をお見せしてきたなと思いますが、ここでね、ちょっとガルニチュールについてちょっとね、お話ししていきたいなと思います。で、まずですね、このガルニチュールっていうものに関しまして、まずこの盛り付けの部分でのところでっていうお話をさせていただくんですけども、ガルニチュールはですね、基本的に隙間を埋めるためにあるものではないっていうことなんですよね。で、家庭料理の中ですと、例えばここが空いてるからじゃあブラッコリー置いちゃおう、じゃあ反対側に人参みたいな感じで置くことあると思うんですよね。で、それももちろんね、一つの盛り方です。でもその料理人が考えるのは、空いているから何を置こうではないんですよね。ここに置く必要があるものは何だろうっていう形に考えてくるんですよね。で、例えばこうやってまとめるっていう形を見せます。一つ一つ別々に見せるんじゃなくて、ハンバーグと一緒に一つの料理として見せる。
するとですね、皿全体にこうまとまりが出てくるっていうところなんですよね。で、ガルニチュールはですね、単純にこの彩りのためだけにあるっていう考え方は持たない方がいいです。当然、まず一つは彩り。ここはもう絶対出てくるんですけども、香り、食感、味、温度。そして重要なのが、このメインと一緒に食べた時の組み合わせなんですよね。何かしらのその料理としての役割を持たせる。だから、このなぜガルニをここに置くのかっていうところの考えに至るっていうことなんですよね。はい。それで、盛り付けにつきまして、一つね、大事なこともありますので、ここをお伝えします。このでね、一つ大切なのが温度ですね。料理人はですね、皿を温めたりとか冷やしたりとかすることがあります。それなぜかってことなんですよね。せっかくこう熱々に仕上げた料理を冷たい皿に置いてしまえば、当然そこでね、熱を奪われちゃいますよね。だから、プロは皿を温めます。料理を美味しい温度で食べてもらうっていうこの一つだけですね。温かいソース。当然ね、この温かいソースも温かい状態で合わせる。盛り付けた時は、もうね、この盛り付け終わったらそこで終わりっていうわけじゃないんですよ。これを持ってサービスの方がお客様のところに運ばれて口に入れるまで、その時間があるわけですよね。その食べる瞬間にどういう状態になっているのか、そこまで全部考えます。もっと突き詰めると、いろいろあるんですけども、一旦そこは置いといても、盛り付けだけに考えても、そこまでのことを考えて、我々プロは温度も必ず管理して、温度も盛り付けの一部として考えてます。ここまでね、見てくると、こう、フレンチの上に、こう、なんでね、いろんなものが乗っているのか、少し見えてきたんじゃないかなと思います。メイン、ソース、ガルニチュール、そしてね、香りを加えるもの、食感を変えるもの、酸味、甘みを加えたりするもの。でね、それらを一緒に食べてもらうための配置。で、その皿の上にあるものはそれぞれ役割があるっていうことですね。ただ置いてるわけではないっていうことなんです。つまり、皿の上にあるものには必ず意味があるっていうことになってきます。そしてですね、盛り付けに関しまして、ちょっとね、昔話にはなってくるんですけども、昔ですね、食べられないものは置くなってすごい言われました。先輩たちに言われましたね。これって単純に食べられるものだけで、盛り付けをしましょうっていう意味ではないんですよね。ここを履き違えちゃいけないっていうことなんですよ。で、ここがですね、結構単純にですね、食べられないものは置くな、食べられるもので飾ろう、もうイコールになっちゃってるんですけども、ここはちゃんと考えると違うことっていうことを僕は今ここで強く伝えたいなと思います。皿の上にあるものは料理として意味を持たせるってことなんですよ。ここなんです。ですので、彩りなのか、香りなのか、食感なのか、味なのか、そしてそれを口に入れた時にですね、料理として何が起きるのかっていうことなんですよね。で、また出てくるんですけど、つまりなんとなくここに置くっていうのを減らしていくってことなんですよね。はい。ですので、私が先ほどね、実演のところでお見せしたローズマリー、本当にこれって必要なのか、口に入れた時、口に残ってしまいますよね。でも、それって何か意味があるんですかということを突き詰めていくんですよね。そうすると単純に削除していくしかない。外していって、でもこの香りはもしかしたらじゃがいもとソテーしたものに和えた時にその香りは添加することはできますよね。ですのでそういうアプローチを持っていくっていうことなんですよ。単純に上に香りを乗せるだけでいいのか、そこに本当に意味があるのか、ここが食べられないものは置かないっていう本当の意味です。それとですね、料理人はアートを見ろってよく言われることあると思います。昔は何のこと言ってんだよって思ってたんですよね。で、それが、なんとなく、こう、大人になっていく中で、そのアートを見たときに、そのアートを、こう、模倣して、こういうふうに配置するとかっていう考え方だと私は思ってました。でも、これって、実は違うんです。っていうお話をちょっとね、していこうかなと思います。単純にまず結果だけ、私がたどり着いた結果だけの話をすると、皿を見る目を養えっていうことだったんです。はい。絵を見ると主役はどこなのか、余白はなんでここにあるの、色はどう配置されてる、子孫はどっから入っていく、どこへ動く、そういうものを人っていうのは自然に見ているんですよね。それを料理に置き換えるっていうことなんです。だから盛り付けは皿に絵を描くことではなくて、皿の上に視覚情報を設計するっていうことになるんですね。ではね、ここでおさらいになります。はい。まずね、もう一度見ていきましょう。中央に置けば主役は非常にわかりやすいですよね。
色や高さ増やしていけば華やかにはなっていきます。でも増やしすぎると何を見せたいのかっていうことがぼやけてしまうってことなんですよね。余白を取っていけば主役が際立つっていうことが分かってきたと思います。ガルニをまとめれば料理としての一体感が生まれる。ソースを強く使えばソースそのものが視線を動かす。どれが絶対に正しいっていう話ではないです。置き方を変えると見方が変わるっていうところなんですよね。だから料理人はどう見せたいのかということを考えて配置します。そしてですね、ここが結構重要なんですけども、その先にあるのがどう食べてもらいたいのかっていうことになってきます。盛り付けって言いますとね、どうしてもね、どう見せるかっていうことを考えちゃうと思います。もちろん見た目はすごい大事です。でも料理人が最後に考えるのはどう見えるかっていうところじゃないんですよね。どこから食べてもらうか、どの食材と一緒に口入れてもらうのか、その時の温度はどうなのか、香りはどう感じる、食感はどう変わるのか、そこまで考えて初めて盛り付けが完成します。はい。ここがね、やっぱり料理人の力だと私は信じています。はい、以上がね、料理についての盛り付けのお話でございました。私はね、この盛り付けというのはもう料理最後の設計だと思ってます。綺麗にするためっていうだけではなくて、料理をもっと美味しく食べてもらうために最後にできる料理人の本当に最後の仕事なんですよね。で、実は今日お話ししたのは盛り付けのほんの入り口のお話です。器のことだったりとか、高さのことだったり、色だったり、食べ進めの方法だったり、まだまだ考えることはあります。でも、これをね、一発で全部やってしまうともう絶対パンクすると思ったので、今回はまず基本の入り口部分のところをギュッとね、まとめて、一つの動画にさせていただきました。で、今日ね、皆さんにまず一つだけ覚えていただきたい、もう覚えて帰っていただきたいっていうところは、ここだけです。なぜここに置くんだろうっていう、このたった一点ですね。次に料理を盛るときに一度だけちょっとね、ここを考えてもらいたいんですよね。それだけでもですね、いつもの料理の見え方っていうのは少し変わってくると思うんですよね。そしてね、いつもハイプでの応援、チャンネル登録、高評価、そしてね、熱いコメントいつもありがとうございます。本当にね、もう皆さんからのね、もう熱い、メッセージもそうなんですけども、コミュニティ投稿の方でもね、非常に皆さん、こういうこと考えてますとか、こういうのってどうなのかななんて疑問を持ってますよなんていうことを書いていただいて、非常に見ていて、なるほど、皆さんやっぱりそういう風なこと考えてるんだななんて、非常に勉強させていただいております。そしてね、引き続き、ハイプでの応援、熱いメッセージ、チャンネル登録、高評価、引き続きよろしくお願いいたします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。